モンハンプロ音楽家と聞く音楽解説。こんにちは、ながめひゅーです。今回はリクエストでいただいていたモンスターハンターシリーズ屈指の人気モンスター、玉光戦闘曲妖艶なる舞を解説していきます。リクエストありがとうございます。このシリーズではモンハンの音楽が好きでよく聞くけど、これはどういうジャンルの音楽なんだろうとか、どんな楽器が使われているんだろう、どんなことを表現しているのかなというように、音楽初心者の方でも音楽を楽しめる手助けとなることを目的としています。このシリーズを手助けしてくれるのは、原神をはじめモンスターハンタートライなどアニメ、ゲーム音楽収録に数多く携わった私のお母さん、そしてプロ作曲家の私の旦那です。解説は8年ほどドラムをやっていた元ドラマーの私、ながめひゅーがお送りいたします。また、こちらの音楽解説は実際の演奏動画以外は耳で聞いた音のみで楽器などを判断しています。完全に合っているかどうかは断言ができないので、あくまで参考程度にお願いいたします。この動画を気に入ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価で応援いただけますと幸いです。とても励みになります。さて、玉光はシリーズによって BGM のアレンジが大きく異なります。その原点であるモンスターハンタークロスダブルクロスの原曲、そして和をテーマにした作品であるモンスターハンターライズのライズ版、さらに最新作モンスターハンターワイルズのワイルズ版、3つを比較しながらその魅力に迫りましょう。この曲は全シリーズを通して日本の民謡音階がベースになっています。民謡音階とは、日本の民謡やわらべ歌などに多く用いられる5つの音からなる音階のことです。一般的にはドとレとミとソとラ、この5つの音で構成されることが多く、こんな感じになります。この音階は日本の伝統的な音楽の音階の一つであり、特に民謡やわらべ歌の独特な雰囲気を形作る上で重要な役割を果たしています。また民謡音楽は西洋音楽の長調や短調とは異なる独自の構造を持っており、それにより日本の伝統的な音楽に特有の響きを生み出しています。と、少し音楽をかじってる方ならあーとなるかもしれませんが、なんのこっちゃという方も多いはず。全然スルーしてもらって OK です。この後も難しい専門用語は出さず、楽器の構成などでどのようなことを表現しているんだろうといった話をするので、安心してご視聴ください。玉光の流れるような優雅な動きと、時に見せる激しい攻撃性、妖艶なる舞はこの二面性を完璧に表現した名曲です。まずは3つのバージョンを聴き比べてみましょう。個人的聴き比べポイントは和楽器の構成とそれぞれの曲の持つ雰囲気の変化です。それではどうぞ。
いかがでしたか？それではそれぞれのアレンジの解説に入りましょう。まずは玉光が初登場したモンハンクロスダブルクロスの原曲です。原曲の最大の特徴はバイオリンと和楽器の小編成であること。笛や太鼓、琴、三味線といった日本の伝統楽器がメインを張っています。例えるならば津軽ジョンガラ節のように日本の民謡特有のリズムと力強さを感じさせます。また原曲の妖艶なる舞の良さというのは構成の分かりやすさというのも挙げられるのかなと思います。戦闘開始時の印象的な三味線と尺八のソロが美しく響いてからすぐ場面が切り替わりますよね。その後のメインの旋律は尺八の情感豊かな音色だったり三味線の軽快でリズミカルな音色が登場し玉光の妖艶さと美しさを際立たせています。また全体的に裏でずっと演奏しているバイオリンや小鼓のおかげで楽曲全体に深みと迫力をもたらしています。サビに入った瞬間が分かりやすいのもいいですよね。語彙力がなくなっちゃったんですが、結構オーケストラ音楽だとどこがサビでどこが何でみたいな構成が多いので、個人的にはメリハリのある和風ゲーム音楽という観点ですごくわかりやすくていい曲だなと感じています。シンプルながらもバランスもいい。そしてプレイヤーがこの曲を聴いた時、和風モンスターだとすぐ思える BGM として成り立っており、和風モンスターとしての印象付けに成功している楽曲だと思います。玉光の特徴をよく表現した殿堂入り曲ですね。次にライズ版です。原曲のテイストを尊重しつつ大きくアレンジが加えられました。このバージョンでは金管楽器が加わり、よりダイナミックな印象に変化しています。特に注目すべきはお囃子というかボーカルですね。お祭りとかそういう場ではーよいしょみたいな掛け声を聞いたことってありませんか？多分鬼滅って言ったら一発で伝わると思います。これは囃子もしくは囃子言葉と言われているものです。まず囃子とは日本の伝統音楽や芸能において主旋律や踊りを盛り上げるために用いられる楽器の演奏や掛け声、合いの手のことです。民謡においては特に歌い手の合いの手として歌詞とは別に調子を取る言葉や掛け声が使われています。そして囃子言葉というのは囃子の中でも特に言葉に焦点を当てたものです。例えばえんやこらさーとかよいしょーとかそれそれといった意味を持たない音の繰り返しだったりどっこいしょーのようにもともと意味があったとされる言葉が使われることもあります。こういう威勢のいい掛け声が入ることで玉光が和の里カムラの里にいるという感覚がより強くなりますよね。今回はこの囃子がボーカルとしてメインになるように編成されているため玉光の個性がより強くより印象的に感じられるアレンジになったと言えるでしょう。個人的にはこの囃子の追加っていうのはかなりお気に入りで日本人だったらこれ好きでしょうよみたいな和風要素ですよね。私だけですかね。さて個人的好きポイントはサビ前に追加されている囃子のパートです。囃子が入った小説から12小節までの間がサビ前となるんですけれども、最初はハモリがなかった囃子にもだんだんとハモリが追加されて裏で演奏されていた静かな弦楽器、そして三味線、最後には金管楽器も加わりサビに向けてどんどんと力強くなってってるんです。まさにこの12小節は余裕の表情を見せつけて美しく振る舞う玉光を表現していると言っても過言ではありません。だって曲名妖艶なる舞ですもんね。ゲームに登場する玉光はみんな男の子だって知ってましたか？話を戻してライズ版はわ
って感じで、日本の音楽文化をこれでもかというほど入れ込んだ和風総本家といったアレンジですね。次は最新作ワイルズ版です。ワイルズの玉狐って現在のマスターランクが追加されていない環境の中でかなり強い方の設定になっていて、慣れているハンターじゃないと結構あわあわして戦うの大変だと思うんですよね。ワイルズ版のアレンジをじっくり聴きたくてもちょっと難しい時もありますよね。そんな方のためにもワイルズ版のアレンジについて少しだけ詳しく解説します。実は今回のアレンジ、これまでのバージョンとは大きく雰囲気が変わって、よりしっとりと深みのある仕上がりになっているんです。ちょっともう一度原曲とワイルズ版を聴き比べしてみましょう。ね、意外と静かですよね。他シリーズのアレンジと比べちゃうと静かなアレンジだなという印象がありますが、実は結構面白い楽器構成なんですよね。個人的に語りたいのはこの主題前の部分。原曲にはなくライズ版とワイルズ版にのみある9小節なんですが、ちょっと聞いていただけますか？ライズ版の方が構成が多く、林の追加により和風感強いなぁと印象付けがされていたり、その後のホルンのダーダーというメロディーと裏のバイオリンが重なることで重厚感が増したように感じますよね。結構ブラスも強めの演奏なので派手さが際立ちます。一方ワイルズ版は一言で言えば最初の部分は神社になりました。どういうことかというと、林がなくなったりブラスは変わらずに入ってるんですが、控えめの演奏となっています。A メロが始まる前はライズ版ではバイオリンや金管の重厚なサウンドによってどんどん派手さが増していって、ピーの音を皮切りにライズ版の派手なアレンジが始まっていきました。ワイルズ版はというと、まずショーという楽器が入るんです。ショーというのは神社とかでよく聞くわーという音色の楽器です。ちょっと該当する部分を聞いてみましょう。このショーこそが神社味、雅とでも言いましょうか。雅さだったり荘厳さを感じるゆえんだと思います。
このショーの演奏が終わり次第、低い音域の金管楽器、そしてバイオリンの支えにより、和風ではなくワイルズが表現する自然の美しさと力強さを強調したアレンジへと変更されています。というか、ラギアクルス解説をした時にも思ったんですが、ワイルズにおける音楽はフルオーケストラでの演奏にこだわってるのかなと個人的にちょっと感じました。ガーディアン関連以外は電子音系のアレンジとか多分なかったと思うので、基本的にはオーケストラで深みを感じさせることを重視してるんだろうなと、なんとなくですが考えさせられますね。ワイルズ版は派手さは控えめになったものの、金管で重厚感を演出したり、可能な限りのオーケストラアレンジといった印象で深みの強いアレンジになっていました。個人的にはもともと和楽器もりもりだった楽曲をオーケストラアレンジにするとこんな感じなのかなというアレンジャーの才能というかセンスの塊ですよねを聞ける機会に恵まれたことにすごい喜んでいます。ワイルズ版はショーやすり金など多種多様な楽器が加わることでより重層的なサウンドが構築されています。戦闘曲でありながらも透明感のあるフルートのような木管が加わった部分もあることから、力強さの中に水の流れのような幻想的な雰囲気を演出しているとも捉えられますね。玉光の優雅で妖艶な一面をより深く掘り下げたアレンジと言えるのではないでしょうか。さて、実はワイルズ版妖艶なる前にはあるモンスターのフレーズが隠されているんです。なんだかわかりますか？そのモンスターとはラギアクルスなんです。2025年2月13日、ワイルズ発売前ではありましたが、春の大型アップデートで玉狐が実装されることが発表されました。そして2025年4月4日、待望の玉狐が実装され、多くのハンターが彼との再会を喜んだことでしょう。玉狐実装の10日後、4月14日にはラギアクルスの右手写真が公開され、6月27日には長年実装が望まれていたラギアクルスの実装が正式に発表されました。ゲーム内の発表タイミングを考えると、これは開発陣からの粋なファンサービスだったのかもしれませんね。そして最後にもう一つ。玉狐はオスのモンスターであるにもかかわらず、なぜ妖艶という言葉が使われるのか。そもそも妖艶の言葉の意味は、女性の容姿が人の心を惑わすばかり、生めいて美しいことというものであり、基本的に女性を指す言葉なんですよね。答えは皆さんお分かりですよね。彼の戦闘スタイルが妖艶そのものだからですよね。泡を巧みに操り、流れるように滑らかな動きで戦う玉狐。その動きはまるで舞を踊っているかのようで見る者を魅了します。この優雅で時に艶やかな立ち居振る舞いを妖艶と表現しているんでしょうね。ワンチャン男の子属性を狙っている可能性も捨てきれませんが、それに関してはそちらの分野に詳しい方々に解説を任せましょう。いかがだったでしょうか？同じ曲でも各シリーズのコンセプトに合わせて全く違う表情を見せてくれる玉狐の戦闘曲。皆さんはどの妖艶なる舞が一番心に残りましたか？今回の動画はここまで。また解説してほしい曲などありましたら、ぜひコメントしてくださいね。面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた。